What if all the customers are coming at you hard enough about the look of the restaurant and they want to go back to the old way? Would you do it? Honestly, the feedback's been overwhelmingly positive that people like what we're doing. I'll give you another soundbite. I actually happened to be in Orlando last week with all of our managers. We bring them together and every other year. And the number one question that I got asked, Michael, was how can I get a remodel? When can I get a remodel? How do I get on the list? Oh, really? So because Oh, really? So 通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、アメリカのとあるレストランチェーン店からの話題になります。皆さん、またあれが起こってしまいました。今回ですね、このレストランチェーン店がリブランディングの一環としてロゴを変更したところ、大炎上してしまったというんですね。もうジャガーやバドライトの再来だなんてことが言われているようですが、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回ですね、アメリカのレストランチェーン店、クラッカーバレルがここにね、見えております。ロゴをね、変更しました。すると、これが大炎上してしまっているというんですね。まあ本当にこういうの最近多いですよね。ちょっとね、詳しく見ていきますが、ジュリー・マシノとは誰なのか。ネット上ではロゴ変更を含む物議を醸すリブランディングをめぐり、クラッカーバレル CEO は起訴されるべきだとの声も上がっている。アメリカで愛されるレストランチェーン店兼カントリーストアのクラッカーバレルが秋のキャンペーンの一環として発表した新しく簡素化されたロゴをきっかけにオンライン上で大炎上を引き起こしている。このリブランディングは数十年ぶりとなるロゴの大幅刷新で、その矛先は会社のモダン化を主導する CEO ジュリー・マシノに集中している。X やその他の SNS 上ではファンから世代を超えてアメリカ人に安心感を与えてきたブランドの魂と伝統を奪ったという批判が殺到している。それでもマシノ CEO は最近のインタビューで今回の変更を擁護。人々はこの新しい方向性を気に入っていると主張した。ということでこちらの騒動、一旦ねここまでを整理してみますね。まずはこちら、クラッカーバレルです。で、こちらね、デリッシュの方に、こちらね、ユリアさん、アメリカのフードチェーン店に行って、メニューを頼みまくってね、それを食べながら紹介していくという企画があるんですが、こちら、6年前にね、クラッカーバレル行ってるので、ここでね、お店の様子とか、提供してるフードがよくわかるので、これを見ながら、ちょっと進んでいきましょうね。クラッカーバレル、オールドカントリーストア、通称クラッカーバレルは、アメリカの南部のカントリーテーマ性を掲げた、レストラン兼ギフトショップのチェーン店である。本社はテネシー州バノンにあり、1969年にダン・エビンスとトミー・ローによって創業された。1990年代から2000年代にかけて全米に拡大。2023年8月10日時点で45州に660店舗を展開している。ということでこちらはアメリカのね、南部をテーマにしたレストラン兼雑貨屋さんなんですね。レストランと雑貨屋が併設されてるんです。ハードロックカフェも隣に雑貨屋あったりするでしょ。あれのアメリカ南部バージョンです。そしてね、名前、こちらね、クラッカーとありますが、これは、食べるクラッカーです。甘くないクッキーみたいなやつ。そしてね、こちら、バローとあります。こちらが本日のキーワードになります。バロー。金属、またはプラスチックでできた、中央が丸くなる、湾曲した側面を持つ大きな容器。ということで、こちらね、もう写真が見えていますので、説明不要ですよね。このバローっていうのは、樽という意味になります。で、これね、円柱型の筒のことを指しているんですが、ここから転じてですね、銃の重心のことをバレルっていうでしょ。ガンバレルね。あれもここから来ています。そして、皆さん石油の単位で1バレル、2バレルっていうのを聞いたことありませんか？あれは昔ね、石油を樽で運んでたんですね。なのでこれがね、このまま単位になってるんですよ。で、ちょうどね、この下に書かれておりますが、石油業界では1バレルの石油は159リットルに相当しますと。ということで、この時使っていた樽の容量が約159リットルだったので、これが1バレルの単位になりました。ということで、このね、バローというのは樽という意味になります。つまり、このクラッカーバレルの語源というのは、クラッカーを入れた樽ということになるわけです。で、アメリカ南部ではですね、この樽の周りに集まって井戸端会議をするというのが一つの文化だったようなんですね。そして、クラッカーバレルというのは、まさにそれが描かれてるんです、ここに。これね、アンクル・ハーシェルというキャラクターなんですが、ここまさにね、クラッカーバレルが描かれていて、ハーシェルおじさんがそこに寄っかかってると。ここでね、仲間たちと話をしてるんでしょうね。そして、こちらです。新しいロゴは、これ、クラッカーバレルが丸々消えちゃったんですよ。わかります？クラッカーバレルというテキストは残っているものの、クラッカーバレルがいなくなっちゃったんですよ、ここから。なんですが、これはですね、炎上のきっかけになったに過ぎません。詳しくはね、こちらピープルに書かれておりまして、南部文化に着想を得たレストラン兼ギフトショップチェーンであるクラッカーバレルは、2024年5月に、ここね、Evolve、進化ですね。進化を掲げた3年計画を発表した。
ね、この辺りなんかジャガー感ありますよね。南部の田舎の雑貨屋をテーマにしたチェーン店が進化を掲げたと。これね、2024年です。しかし、それから1年以上経った現在でも、2024年8月5日の新しい見た目についてのインスタグラム投稿には、ファンからの不満のコメントが未だに寄せられ続けている。ということで、今回のね、ロゴの刷新というのは、2024年から始まった進化を掲げた3カ年計画の一環に過ぎないんですね。これつまり、2026年まで継続するということですよね。じゃあね、2024年の時点でどのような不満が上がっていたのかというと、こちらなんですよ。お店の内装、つまりコンセプトですね。これが大きく変更されました。こちらがね、昔の内装です。こんな感じだったんですね。それが、こうなってしまったと。で、ちょっとね、この写真分かりにくくてピンとこないかもしれません。で、こちらね、新旧の内装を比較している X のポストがありますので、ちょっと見てみますと、こちらが古い内装ですね。そして、はい、こちらです。全然違うでしょ、こうして見ると。つまり、このね、クラッカーバレルというのは、南部の田舎をテーマにしたコンセプトレストランのような立ち位置だったんですよ。言ったらこうなんでしょうね。ディズニーランドの中にあるレストランみたいな。わかります？ちょっとね、これディズニー行ってないとわかりにくい例えになっちゃうかもしれませんが。だからディズニーシーで言うところのニューヨークデイとか、ランドで言うところのラ・タベルノ・ド・ガストンとかね。何かしらのこう世界観を表現したようなレストランだったにもかかわらず、いわゆる普通のファミレスになっちゃったと。そして今年になり、このね、イメージキャラクターとして定着しておりました。ハーシェルおじさんが退場させられてしまったため、不満が爆発、大炎上につながってしまったというわけなんですね。ちなみにね、このアンクル・ハーシェルと言いますが、この名前はね、この創業者の実際のおじです。このキャラクターは違いますよ。これはね、おじさんではないんですが、その名前を取ってるんでしょうね。でね、このハーシェルという名前も、アメリカの南部に比較的多い名前なんですね。で、以前もね、ちょっと話題に上がりました。ウォーキングデッドあるでしょ。あの中に、ハーシェルって出てくるでしょ。いいキャラクターでしたよね。まさにあれがそうですよね。あれは、南部の農場出身という設定でしたよね。つまりこのお店のソウルになっているようなこの象徴を消し去ってしまったということで、当然ね、伝統というのを守りたい保守系を中心に本格的な反発に火がついたんですね。これにより皆さん見てください。こちらストックね、株価大幅下落しました。ここ綺麗でしょ。ドカーン落ちたんですよ。このロゴ発表直後、株価が 12% 一気に下落するという事態になりました。で、現在はですね、ここでね、ドンと落ちまして、その後ね、少し戻しました。これはね、ブランドの信頼が戻ったというわけではなくって、株の力学ですよね。当然これ安売りなんで買われますから、そこで戻すんですね。そしてそこから、またじわじわと落ちているというような感じ。ここで利確してるんですね、皆さんが儲けたんで。で、今月ですね、ここで61ドルまでつけておりますが、現在ね、ここで落ちて以来、戻せないまま推移してしまっていると。そして今回ね、やり玉に上がっているのがこちらの CEO でした。ジュリー・フェルス・マシノは、クラッカーバレルの現職社長兼 CEO である。彼女は2023年7月に取締役会による包括的な後継者指名プロセスを経て CEO に任命された。2023年11月1日に正式に就任した。ということでね、この翌年から今回のこのリブランディングの3年計画というのが始まっておりますので、つまりね、この方がその仕掛け人だと、見られているわけですね。で、この方これまでもね、タコベルやスターバックスなどを転々としておりまして、非常にね、実績というのがある方ですね。逆に言うと、一つのブランドには縛られない、もう本当に典型的なビジネスマンと、このように見られているので、このあたりがね、バドライトを連想させているようですね。CEO への反発は SNS 上でますます激しさを増している。インターネット上では怒りの声が飛び交い、ジュリー・マシノは起訴されるべきだとまで主張する声もある。批判する人たちは彼女の決定がブランドのアイデンティティを深く傷つけ、顧客を裏切ったと非難している。あるユーザーはこう投稿した。ジュリー・フェルス・マシノは今夜解雇されるべきだ。言いたくないけどこれは本当に辛い。めちゃくちゃ心が痛む。これからはクラッカーバレルをボイコットする。最悪な CEO、ジュリー・マシノが解雇されるか辞任するまでね、みんなにも同じことをするように呼びかけたい。私たちの文化的象徴を壊すのはやめろと別のユーザーは投稿した。で、ここに乗ってきたのがカリフォルニアの知事ギャビン・ニューサムで、クラッカーバレルは一体どうしたんだ。その美しいロゴをそのままにしろ。今すぐ直せ。ウォークはもう終わりだ。と、このような内容をポストするんですが、これに関してはですね、これね、全部大文字なんですね。つまり、これ、ギャビン・ニューサムのオフィスが、トランプを真似してるんです。なのでこれに関してはですね、クラッカーバレルを批判するというよりは、トランプへの皮肉ですね。でもすごいですよね。こうやってカリフォルニアの知事が、一企業のこの騒動をおもちゃにしてると。そしてこれに乗ってきたのはギャビン・ニューサムだけではありませんでした。保守系の活動家ですね。ロビー・スターバック。彼もね、ここ参戦いたしまして、スターバック氏はクラッカーバレルに非常に懸念すべき行動を見つけたと述べ、その中には1980年から LGBTQ+ の平等と包括性のために活動してきたと自称する団体、ヒューマンライツキャンペーンとの深く長期的な関係も含まれていると指摘した。ということで、ここでですね、このクラッカーバレルのヒューマンライツキャンペーンとの関係というのが掘り返されてしまうんですね。
そして一応ね、このクラッカーバレルとしては、ここ数年間では提携はしてませんと、このような釈明をしています。そしてね、まさにね、こちらにポストされているんですが、これね、何の画像かと言いますと、これはね、このクラッカーバレルで配布された異性愛主義、シスジェンダー主義的な発言や行動は容認しないと書かれているトレーニング資料だというんですよ。なんだけど、これはですね、公式が否定しています。これは会社のトレーニング資料じゃありませんよ。このように言っているんですが、もうね、こうなっちゃったら終わりなんですね。こうやって非常に影響力のある活動家が参戦してきて、あることないこと言ってるわけでしょ。もうここまでエスカレートしてしまってるということですね。で、さらにはですよ、これだけで終わらないんですよ、この騒動。これね、ほんと大炎上してしまったんで、このクラッカーバレルの広報がこれに対しての声明を出します。どんな変化にも言えることですが、異なる意見を持つ声の大きな少数派がいることは理解しています。しかし、これらの改装店舗の好調な業績が、私たちが正しい方向に進んでいることを裏付けています。また、改装済みの店舗を訪れていない方々には、ぜひお越しいただき、すべてのテーブルや料理に誇りを持って表現されているカントリーホスピタリティを体験してほしいと願っています。ということでね、これだけ批判されてるにもかかわらず、右からも左からも批判され、株価が大幅下落しているにもかかわらず、それらの不満というのは、騒がしい、声の大きな少数派だと言ってしまったため、火に油を注いでいるという状況になってしまっています。人は自分らしさを出すためだけに物事を変えたがるものだ。だが、クラッカーバレルでは、個性そのものを完全に消し去ることが目的になっている。その象徴が、看板から昔ながらのおじさんを排除したことだ。クラッカーバレルをここまで成長させたのは、伝統なのに、今の CEO はそれを根こそぎ削ぎ落とそうとしている。テネシー州のクラッカーバレルの土曜日のディナータイムの様子です。いつもながらの満員です。という皮肉ですね。誰も来てないと言いたいんでしょうね。目覚めた CEO が辞任するまで私は二度とクラッカーバレルには行きません。クラッカーバレルを救えるのは地球上でたった一人だけだ。バドライト、クラッカーバレル、そしてスターウォーズの失敗に共通しているものは何か。目覚めた白人女性を会社のトップに据えるな。これね、もうあの人も出てくるんですね。クラッカーバレルが新たな広告塔としてディラン・マルバニーを起用した。これネタですよ皆さん、本当じゃないですからね。つまり今回の件でみんなが想像しているのはバドライトだということです。はい、ということで本日はですね、アメリカのレストランチェーン店クラッカーバレルがそのリブランディングで大炎上してしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。同じようなこと日本でもありましたよね。あれ東急ハンズでしたっけ。ロゴというのをね大幅刷新して結構反発されていたんじゃないかなと思いますが、もうアメリカだとねこれ規模が変わってしまうんですね。で、もともとねこういったリブランディングをしなきゃいけないというのは業績の悪化があるんですね。業績が良ければこんなことしないので、このクラッカーバレルというのはもう数年前から経営に苦しんでるわけですよ。だからリブランディングしましょうというのは間違ってないんですが、結局その方向性で批判されてしまうんでしょうね。現在ね企業というのはもううっかりロゴ変更とかコンセプト変更をしてしまうともうとんでもなく炎上してしまうので、特にアメリカだとこれ文化戦争に直結するんでね、本当にねうかつにいじることができないというのはもう肝に銘じないといけないのかもしれませんよね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。